こんにちは。今日はワンハンドルのバッグを作っていきます。とても綺麗なバッグが出来上がります。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのマクラメヤーン。色はライトベージュ。材質はポリプロピレン 30g で約38メートル。使用かぎ針の目安は5号。これを今回2本一緒にして7号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針とライター。この糸は先端がほどけやすくなっていて、これを糸始末するときにちょっと炙るとほどけにくくなります。できればライターがあった方がいいかと思います。でこの糸はつるつるとした糸で、1本では太さは約 1.5 ぐらいに見えます。今回2本一緒にして編んでいくので、だいたい 2.5 ぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。ただこの糸はちょっと編みにくいので、ここでサンプルとして編んでいくときには編みやすい糸を使って編んでいこうと思います。ちなみにこの糸は2本一緒にした状態で2ミリぐらい、ちょっと細くなるんですが、これで編んでいきます。まず底を作ります。今回の底は細編みで2周だけなので簡単です。まず鎖を31。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。あれば少し太い針を使って編んでいきます。このまま31編んでいきます。鎖を31編んできました。今回の底は楕円形にします。なのでこの両端に細編みを3つ、その他は1つに1つずつ、ここだけ3つ、こっちも3つ、楕円形を作ります。まず1周目、細編みをするので鎖をもう1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み。これが1つ目の細編み。1つ目の細編みにマーカーをつけておきます。同じところにもう一つ細編み。これで一つの鎖に細編み2つ。くるっと編んで最後にもう一つ。で、全部で細編み3つにします。ここは一つに一つずつ。またこの盛り上がっているところ。このまま端まで編んでいきます。
この一番端は細編みを3つ、ここまで編んでいきます。端まで編んできました。最後の鎖に細編み3つ、まず1つ目、次は2つ目。2つ目を編むときにこの糸端を向こうに寄せておきます。長い糸の下を通って向こう側で、2つ目、次は3つ目。3つ目を編むときにはこの糸端を今度は手前に寄せておきます。で、3つ目の細編み、こうすると糸始末が楽なのと、あと結び目が横になるので目立ちにくくなります。次から1つずつ、まずこの3つ細編みをした隣からこの糸端は編みくるんでいきます。このままこのマーカーの手前まで編んでいきます。スタートしたところに戻ってきました。1つ目の細編みにはマーカーがついています。この1つ目の細編みの入っているところ、この鎖に最後の細編み、この細編みの入っている鎖、これで端の鎖に細編み3つ、こっちも細編み3つで楕円形ができました。最初の細編みに引き抜きます。このマーカーがついているところ、これでつながって1周目が終わりました。で、次の周を編むときにこの部分が少し見分けにくいので、今引き抜いた糸にマーカーをつけます。ここまでは細編み、ここは引き抜いた糸、後で紛らわしくなるので引き抜いた糸にマーカーをつけます。で、2周目を編んでいきます。2周目は端の鎖のこの細編み3つ、ここに細編みを2つずつ、こっちもこの端の細編み3つ、細編み2つずつ、まず糸が出ているところ、細編みをするので鎖1つ、根元に細編み2つ、ここ1つ目、マーカーをつけておきます。同じところに2つ目、ここも端の鎖に3つ入れた細編み、ここも2つ、これで2つ2つ、次からは1つずつ、
端まで一つに一つずつ。ここでまた2つ細編みをしていくので、ここまで一つに一つの細編みをしていきます。反対側の端まで来ました。またこの細編み3つに細編み2つずつ。まずここ1、2、次はここ1、これでカーブができました。次からは一つずつ。このまま細編みを続けます。このマーカーの手前まで編んでいきます。スタート地点まで戻ってきました。これが引き抜いた糸につけたマーカー。この手前の細編みに細編み2つ。ここ1、2で、ここは引き抜いた糸につけたマーカーなので細編みをしません。で、最初の細編みに引き抜きます。これでカーブができました。次は側面を編んでいきます。側面は今回四角と扇形を作っていきます。ただこの端だけ模様編みをギュッと寄せて集めてギュッと狭くなるような形で作っていきます。で、糸が出ているところから続けて編んでいきます。まず鎖を4つ、1、2、3、4で、鎖の根元の隣に長編み1つ、鎖の根元はここ、この隣に長編み、これで四角を作りました。次に扇形を作っていきます。扇形は足元すぐ隣、長編みを編んだすぐ隣、ここに長編みを2つ、1、同じところにもう1つ、鎖1つ、また同じところに長編み2つ、1、2、この長編み4つと鎖1つ、これが今回の扇形。四角と扇形を繰り返していきます。で、次は四角。ここからは普通に間隔を空けて作っていきます。ここだけギュッと狭くなっています。で、次の四角は足元2つ飛ばして3つ目。1、2、3。長編みと鎖1つで、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、四角を作ります。これで四角。次また扇形、足元2つ飛ばして3つ目、
鎖1つで、またこれで扇形、四角と扇形を繰り返していきます。次また四角、足元2つ飛ばして3つ目、1つ飛ばして2つ目に四角、次は扇形、2つ飛ばして3つ目、鎖1つ、次は四角、反対側の端まで来ました。端ではキュッと狭くして作りたいので、扇形の後にすぐ四角、足元を開けないですぐ四角を作ります。扇のすぐ隣、鎖1つで、この四角も足元を飛ばさないですぐ長編み、今までは足元1つ飛ばしていたんですが、ここは飛ばさずにすぐ隣、次は扇形、次の扇形も足元を開けないですぐ扇形、ここに扇形、鎖、これで扇、四角、扇、ここからはさっきと同じように編んでいきます。足元2つ飛ばして3つ目に四角、さっきと同じです。このまま端まで編んでいきます。スタート地点まで来ました。最後の扇形の後に最初の鎖の下から3つ目、上が2本で下は1本、この位置に針を入れて引き抜きます。これで模様編みの1周目が終わりました。次は2周目で、2周目はこの四角の中から始めます。このまま四角の中に針を入れます。糸を出して、これをかぶせるようにして引き抜いて、これで四角から糸が出ました。ここから扇形を編んでいきます。鎖4つ、1、2、3、4、四角の中に針を入れて長編みをします。で、長編みをもう一つ、これで鎖4つと長編み2つ、ぐるっと編んで
最後にもう一つ長編みをプラスします。で次は扇形の上に四角、この端から2本目、1、2、ここに四角を作ります。鎖1つ、次は1、2、3、この長編みの上に長編み、こんな感じ。次また四角に扇形、次また四角に、でまた扇形、でまた四角、これを繰り返していきます。この端でも同じように扇の上に四角、四角の中に扇形、同じように編んでいきます。模様編みの2周目を編んできました。これは最後の四角、最初の扇に長編みを1つプラスします。でこれで長編み4つの扇形、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目に引き抜きます。これで扇形が終わりました。次は四角、鎖4つで、この扇形の端から1、2、3、ここに長編み、これで四角ができました。次四角の中に扇形、今までと同じです。これを繰り返してしばらく編んでいきます。糸端の処理をします。裏返してこの糸端を隠します。今1本ずつ隠すんですが、2本一緒でも大丈夫です。ほどけないように何回か行ったり来たりします。
これで糸端が止まりました。必要なくなった糸端をカットします。この時はきつめに引き絞って短めにカットして、でこの短い糸端をこれがほどけないように先端を溶かします。こんな感じで引っかからないようになりました。こっちも同じで針で隠して、その後にギュッと引っ張ってからライターで溶かします。側面を16センチ編んできました。12周編んでいます。12周編んで糸を切っています。ちなみに横幅は約25センチ、25センチの16センチ、これぐらいのバランスがいいかと思います。次はハンドル部分のこの下の方、この部分を作っていきます。真ん中ぐらいにマーカーをつけます。この横を整えて平らに置いて、模様を合わせて数えていきます。1、2、3、だいたいここぐらいが真ん中。扇形と四角のこの間にマーカーをつけます。この四角の1本目の長編みにマーカーをつけておきます。こっちも扇と四角の間、この四角の初めの長編みのところマーカーをつけました。次はこの部分に台形を作っていきます。往復編みで作っていきます。こっちが終わったらこっちも同じように横から見て、で台形を作っていきます。両方とも台形を作って最後につなぎ合わせます。こっちで見るとこの扇形の一番最後の長編み、こことここ、反対側も同じようにこの扇形の端、で実際にはこの長さまで編んで、次にこの台形を編んでいきます。さっき編んだものでここまで編んだものとして、ここから編んでいきます。この部分が短いんですが、同じように編んでいきます。ここで糸を切ります。これは後で隠します。これから台形を作っていきます。この台形の部分と袋状の部分と境目が分かりやすくなるようにマーカーをつけました。これは袋状の部分の一番上で、スタートするのはこのマーカーのところ、2つあるうちの左側、こっちからスタートしてもこっちからスタートしても同じです。まずここ、
じところに針を入れます。引き出して鎖2つ、1、2、四角に針を入れて未完成の長編み。未完成の長編みは長編みの途中まで。2本から引き抜きます。鎖2つと未完成の長編み。これを一度に引き抜いて三角ができました。今、引き抜いたところにマーカーをつけます。次から下と同じ模様。扇形の上に四角、四角の上に扇形、下と同じように編んでいきます。この縁の部分だけ斜めに編んでいって、それ以降は全部同じ。次また四角、扇形と繰り返していきます。ここでまた三角を作ります。その手前まで編んでいきます。1段目の端まで来ました。最後の扇の後に、この下の扇形に三角を作ります。この扇形のこことここ、今まで四角を作ったところ、ここに三角を作ります。今、扇形が終わったところ、次はここに未完成の長編み。ここも未完成の長編み。これを一度に引き抜きます。三角ができました。次は2段目。鎖2つ。1、2。裏返して内側から編んでいきます。またこの扇形のここに未完成の長編み、三角を作ります。これを一度に引き抜いて三角、マーカーをつけておきます。次から下と同じ、この扇形の上に四角を作ります。端は三角で、次は四角。次の四角の上には扇形。また始めたところまで、ここら辺まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。最後の四角に長編み2つ。1、2、鎖1つ。次で三角を作ります。こことここで三角。この四角に針を入れて未完成の長編み。次はマーカーのところ。
未完成の長編み。これで引き抜いて三角ができました。次は3段目。鎖2つ。裏返します。この扇形の3つ目。この扇形のこの部分。未完成の長編み。鎖2つと未完成の長編み。一度に引き抜いて三角ができました。次から四角の上に扇形、扇の上に四角、同じように編んでいきます。で、三角を作ったところにマーカーをつけておきます。で、これで反対側まで編んでいきます。3段目の端まで来ました。今、四角を作ったところ、下の最後の四角に未完成の長編み。この四角に針を入れて未完成の長編み。次はこのマーカーをつけたところ、未完成の長編み。この四角の中と、あとマーカーがついていたところ、一度に引き抜いて三角。次は4段目。鎖2つ。裏返します。内側から編んでいきます。またこの四角に針を入れて未完成の長編み。鎖1つ。四角の中に針を入れて長編み2つ。これで三角と長編み2つ。間には鎖1つ。次からは下と同じ。扇の上に四角。で、これで端まで編んでいきます。4周目の端まで来ました。今、扇形を作ったところ、下の扇形にまず長編み1つ。鎖1つ。次は三角を作ります。こことここで三角。未完成の長編み。次はここ。一度に引き抜いて三角。次は5段目。鎖2つ。裏返して外側から編んでいきます。次は四角の中に未完成の長編み。次から下と同じ。扇の上に四角。反対側まで編んでいきます。5周目の端まで来ました。今、扇形を作ったところ、ここでも三角を作ります。こことここ、
未完成の長編み。次はマーカーがついていたところ、未完成の長編み。三角。次は6段目。鎖2つ。裏返して内側から編んでいきます。次はこの扇形のここ。三角。マーカーをつけておきます。で、次は四角。鎖1つとで四角ができました。で、また端まで編んでいきます。6周目を編んできました。最後の四角とマーカーのところで三角。一度に引き抜きます。次は7段目。鎖2つ。裏返します。四角の中に未完成の長編み。引き抜いて三角。で、鎖1つ。四角に長編み2つ。で、また端まで編んでいきます。7段目を編んできました。四角とマーカーのところで三角。次は8段目。鎖2つ。裏返して、また四角の中に未完成の長編み。鎖1つ。四角に長編み2つ。これで三角と長編み2つ。間には鎖1つ。次はこことここで三角を作ります。次は9段目。鎖2つ。裏返して、鎖の根元の隣、ここに未完成の長編み。隣に未完成の長編み。マーカーのところに未完成の長編み。これで三角が2つ。これで三角が2つ。次から
長編みを編んでいきます。鎖4つ、1、2、3、4、裏返して、このマーカーのついているところ、長編み、この四角を繰り返していきます。鎖4つ、裏返します。鎖の下から3つ目に長編み、1、2、3、次もこれを繰り返していきます。この長さは好みで大丈夫です。こちら側も同じように編んで、上の部分で閉じ合わせます。このままこっちも同じように編んでいきます。両方とも出来上がりました。ちなみに長さはここからここまでが15センチ、この細くなった部分は6センチ、四角の数は4個、こっちは四角の数が9個、長さは14センチ。これは好みの長さにしてください。次はこの部分を縫い合わせます。裏返して縫い合わせていきます。まずこの長編みと鎖、下から3つ目、次は真ん中、鎖が1つあります。上が2本になるように、こっちも鎖、上が2本、最後はこの長編みと鎖の下から3つ目、この糸端と結んでおきます。あとは糸端を隠します。最後に内側を編んでいきます。鎖と長編みで可愛く編んでいきます。もしシンプルな方がいい場合には全部細編みで一周します。今回はこっちの可愛い方で編んでいきます。始めるのはこの真ん中ぐらい、多少ずれていても大丈夫です。で、新しい糸、この糸端は残しておいて、一周してから最後の糸端と結びます。
同じところに針を入れて糸を出します。で、鎖1つ、次は長編み。今回この長編みの幅の半円を作ります。だいたいその真ん中ぐらいの距離、これぐらい離してここに長編みをします。鎖1つ、また長編み、鎖1つで、また長編み1つ分ぐらい離して引き抜き編み、これをかぶせるようにしてこれで引き抜き編み、鎖と長編み、鎖と長編み、鎖、引き抜き編み、これを繰り返していきます。鎖1つで、だいたいここぐらいに長編みをしようかと思います。鎖、これで鎖長編み、鎖長編み、鎖、次は引き抜き編み、だいたい同じぐらいの大きさになるように編んでいきます。ここぐらいにしていきます。こんな感じで一周していきます。ここからスタートして次は細い部分になっていきます。また鎖1つ、長編みはこの四角に針を入れて長編みをしていきます。鎖1つ、長編み、鎖1つ、また長編み、で鎖1つ、次の引き抜き編みはこの四角、長編みを編んだ隣、引き抜き編みで鎖1つ、次の四角に長編み、で次の四角、引き抜き編み、こんな感じで編んでいきます。でこっちまで編んだらまた大きさが揃うように大体で編んでいきます。ここまで編んでいきます。一周編んできました。これが最後の長編み2つ、次に鎖1つ、ここで糸を切って針で隠します。少し長めに最後の鎖から糸を抜きます。このスタートしたところの近くに針を入れます。
最後の鎖の上から針を入れます。で、裏に出して整えます。で、あとは裏で隠します。ここに最初の糸端があるので、これと結んでおきます。で、これとこれを結びます。その後は糸端を隠して、また糸端を溶かしてほどけないようにします。これで出来上がりました。サイズを測ります。横幅約24センチ、一番浅いところで約19センチ、この部分はここから測って約24センチ、使った糸は 230g、 この玉の数でいうと8玉使いました。とても可愛く出来上がりました。最後までご視聴ありがとうございました。